皆さんこんにちは、ルリコです。本日は DJI Action 5 Pro と GoPro Hero 13の比較レビューをしていきたいと思います。さあ、数ヶ月前にですね DJI の Action 5 Pro こちらの発売直後にレビュー動画をアップさせていただいたんですが、それから数ヶ月経ちました。もうあれからずっと私はこれをね使っているんですけども、改めてこちら GoPro の新しい機種ですね、 GoPro Hero 13、こちらを比較して今回は紹介していきたいと思います。ちなみに今は旅中で、旅先のホテルからお送りしてます。はい、ではまずカメラ本体の比較をしていきたいと思います。こうねパッと見ただけでわかるかと思うんですが、Action 5 Pro と GoPro の Hero 13、Action 5 Pro の方が一回り小さいですね。こんな感じになっています。はい、次はマウント部分を見てみましょう。今こんな感じでですね平らになっているんですけれども、Action 5 Pro の方は標準でマグネット式のこのマウントがついてきます。これがカチッと留めるマウントですね。これでも取れないやつです。でこのマグネット式のマウントっていうのがとってもですねよくって、バッテリーが側面にあるんですけれども、このバッテリー交換をするときにいちいちですねこういったネジで、こうやって留めてるところをくるくる回しながら取らなくてもここで取り外しができるので、すごくスムーズにバッテリー交換や SD カード交換をすることができて重宝しています。一方 GoPro Hero 13ですね、こちらはですねこのように埋め込み式でこのマウントがなってますね。これすごいスリムですよね。でこんな感じでネジをくるくるっとすると、マウントができる感じです。で GoPro Hero 13は今回のモデルからマグネットマウント対応になっています。ただこれは別売りになっています。これがあるからいいじゃんと思うんですけども、またちょっとこれは後でお話しするんですが、後ほどマイク問題に引っかかってきます。でプラスでですねここにネジ穴がついてるんですけど、これがあることによって三脚などに直接装着可能っていうのはすごいいい点だなと思います。はい、では実際に同時に録画ボタンを押して起動してみたいと思います。起動の速さに注目です。せーの。差がすごいですね結構な差があって録画が開始されました。この起動の速さっていうのは今撮りたいって時にボタンを押すのでとっても助かりますね。閉じますね。録画停止は GoPro の方が早いんですね。はい、ではディスプレイサイズの違いを見てみましょう。カメラ本体は DJI の Action 5 Pro の方が小さいんですが、ディスプレイサイズはですね、背面、前面のサイズともに DJI Osmo Action 5 Pro の方が大きくなっております。こちらの背面は両者ともねタッチパネル対応となっているんですが、こちらの前面に関しては Action 5 Pro のみタッチ対応となっております。そしてこのディスプレイの種類も違ってきます。Action 5 Pro の方は有機 EL ディスプレイ、そして GoPro Hero 13は液晶ディスプレイとなっています。ちょっとここだと分かりにくいんですけど、ディスプレイ見てるだけでもこっちの Action 5 Pro の方がなんか明るくて綺麗に見えますね。お次はモトブロに欠かせないマイク問題です。こちらは両者ともにヘルメットの顎部分につける顎マウントを想定してのマイクの取り付け方になってきます。でこの顎マウントにそのまま装着することもできるんですが、ただ音声に関してはマイクをですねヘルメットの内部に通さないと声が録音できないので、外部アダプターを使用してマイク入力というものが必要になってきます。そこでまずは DJI Osmo Action 5 Pro で必要になってくる外部アダプターが、この小さなコードですね。これをここにスポッと挿します。そしてこの私のくしょくしょなマイクのコード、これもう毛玉だらけなんですけど、このマイクのジャックをアダプターの先っちょにパシッと入れるだけ。あとは
ここにアダプターをつけてカチッと装着するだけっていう簡単な装着方法ですね。さあ一方 GoPro Hero 13です。こちらはですね、以前からいろんな問題があったんですけども、さあ果たして外部アダプターは進化したのか。残念ながら進化してません。結局またこのメディアモジュラーが必要になります。なんでここ進化しないのというわけで、このメディアモジュラーにはこの裏にですねいろんなジャックがあるんですけど、そのうちのここのマイクのジャック部分にマイクのねこれを挿すだけなんですけど、これがね良さを全部台無しにしているんですが、結局ねこのメディアモジュラーにこうやって入れてこうやって挿してこうやってやってで、今回これをギュッギュッとやってでこれをここにプソッと挿すとこういうことになります。というわけでこういうメディアモジュラーがあることによって何が起きるかっていうと、せっかくにここにねマグネット式のマウントをつけたところで結局はこのメディアモジュラーを外さないことにはバッテリーの交換ができないのでですね、結局手間がかかるじゃんということです。そういうことでございます。というわけでそれを踏まえてですね、重さの違いを見てみましょう。それぞれマイクアダプターをつけるときにいらないカバーを外して測定しています。アクション5が 145g、ヒーロー13が 151g で 6g の差となっています。そしてメディアモジュラーをつけてみましたが 207g、重いです。約 50g の差は頭にかかる負担大きいですよ。それでは実際に使用した映像をご覧ください。はい、それでは実際に同じタイミングで使用してカメラの違いをチェックしていきたいと思います。画角はそれぞれだいたい同じような画角設定にしております。アクション5 Pro は最大 4K120fps、ヒーロー13は最大 5.3K60fps での撮影が可能となっています。ヒーロー13の方が大きな解像度で撮影ができるので、後々トリミングがしやすいメリットがあります。色味に関してはアクション5 Pro は空の色味がはっきりしていて、ヒーロー13は緑の色がはっきり、そして道路の流れる臨場感が強く感じられました。明るいところから暗いところへの切り替わり方は特に変わりなく感じますが、スマホ画面に注目するとヒーロー13は白飛びしているように感じます。暗いところから明るいところへの切り替わりはアクション5 Pro の方が早かったように感じました。正直明るいところだとそんなに変わりないので、もう本当に好みかなと思います。それでは夜撮影の比較です。正直ね GoPro のレベルが上がっててびっくりしました。今まではもっとね撮れてなかったはずなんですよね。ただやっぱりアクション5 Pro の方がセンサーサイズが大きくなっているので、夜間の撮影は強いかなと思います。建物の縁の部分とかに注目してもらうと分かりやすいかなと思うんですけど、全体的に明るいですし、輪郭とか縁取りもしっかりしているような印象です。さあまずはこちらは DJI アクション5 Pro の音声です。5 Pro の方はゲインの調節をしていて、確かマイナス6ぐらいに調節してたと思います。ゲイン調節しないと自分の声とこのエンジン音のねバランスっていうのがうまくならないので、この私はマイナス6で設定しています。はい、続きましては GoPro で音声入力しております。GoPro の場合はメディアモジュラーをつけて、そこのイヤホンジャックにマイクのジャックを挿して、音声入力している形ですね。やっぱこの排気音っていうのは大切ですよね。そういったところもぜひ比べてほしいなと思います。もともと使ってたっていうのもあって、すごくバランスがよくって臨場感のある音が取れるなっていうのはありますね。ただ声を大にして言いたいのが、音声がたまに入らない時がありますよっていうところですね。50回に1回ぐらいはあるかな。このアクション5 Pro、アクション4もだったんですけど、今まで使ってきてこうマイクの音が入ってなかったってことは1回もないです。これ大事ですよね。GoPro 使ってた時はなぜか音声データだけ何も入ってないっていうことも多々あったので、そういったところではすごく安心感のあるものなんじゃないかなと思います。ただアクション4を使ってた時に
1個だけね気になるところがあったんですけど、外部マイクを使っていると、この外部マイクとこの元々の内蔵マイクのなんか切り替わりみたいなのがラグがあって、こう撮り始めの数秒間、長くて30秒とか、ちょうどねなんか今ここにいますみたいな始まりだけ内蔵マイクになっちゃってて、こう声が入ってない時があるんですよね。に入ってきております。いいねこの景色。なんか今日は空、それだけねちょっとネックだったんですけど、今んとこ私アクション5プロになってからそれがないんですよ。1回もない。何ヶ月2ヶ月ぐらいがっつり使って編集してるんですけど、1回もないです。そこはね改善されて本当に良かったなって思うところですね。お次は防水耐久性能についてです。アクション5プロは20メートルの防水性能、そしてマイナス20度から40度までの耐久性能があります。一方 GoPro Hero 13は10メートルの防水、そしてマイナス10度から35度までの耐久性能です。寒さ暑さに対しても DJI Osmo Action 5 Pro の方が勝っています。お次はバッテリー性能です。 GoPro Hero 13は 1900mAh、 最大で 2.5 時間の連続撮影が可能です。一方 DJI Osmo Action 5 Pro は最大4時間の撮影が可能となっております。 Osmo Action 5 Pro の方は急速充電も対応してますので、充電速度も GoPro Hero 13に比べてすごく速くなっております。あとその他の比較で言うと、アクション5 Pro は DJI マイクがですね2台同時収録が可能となっております。一方 Hero 13の方はマイクは1台のみの接続となっております。そしてアクション5 Pro は内部ストレージが 47.8GB があるのも嬉しいポイントです。そして金額面ですが、アクション5 Pro は55,000円から、そして Hero 13は68,800円からとなっております。で、マイク問題でのかかってくる費用の違いも大きいので、こちらも紹介しておきますね。それぞれドン。というわけで圧倒的にアクション5 Pro の方が初期費用がぐんと抑えられて元ブログができそうです。というわけで今回はアクション5 Pro と Hero 13の比較レビューをさせていただきました。これはね案件だからといってすごく誇張しているわけではなくて、本当に元ブログをするんだったらこの DJI の Osmo Action 5 Pro のが圧倒的に GoPro より勝っているところばっかりなので、この軽さ、耐久性、使いやすさ、それを考えるとアクション5 Pro 一択なんじゃないかなと思います。で、個人的に最近気になってるのがインスタ360の S Pro、 あれもなんか最近発売されたみたいで、それもなんかちょっと気になってはいるんですけど、まだね私は今このアクション5 Pro、めちゃめちゃ気に入って使ってますので、結構動画見てアクション4、アクション5 Pro 買いましたってお声いただいてて、本当に嬉しく思います。めっちゃいいですよね。それぐらいすごくおすすめな商品なので参考になったら嬉しいです。というわけで本日の動画はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 Wow, when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is the dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?